空が青いな。はい、おはようございます。今日は9月22日月曜日でございます。はい、今日もね、早朝、23度台まで下がりまして、ちょっとね、涼しくなってまいりました。はい、日中はね、30度、31度超えてるんですけど、はい、朝晩はね、だいぶ涼しくなってまいりました。ですのでね、今日も、朝は、リサイクルショップエアコンをつけておりません。はい、風をね通すとそれだけで涼しいんでね。はい、ということで、今日もまた、ちょっとね内装を片付けて、ソファーを積んで、そしてちょっと荷物を移動して、こちらのね、メインの入り口入ってすぐのところを、ちょっと冬物商品をね、並べたいと思います。ということで、午後からまた古民家の方のね、やっとバスタブがね、撤去できましたんで、今度は脱衣所のところの床をね、壊していきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。人月むっちゃええこと起きそうな気がするわ。せやろ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真をね撮っていきたいと思います。はい、こちら、基板でございます。こちらも、サウンドカード、そしてこちらもサウンドカード、あとこちらがね看板ですね。ハイネケンの看板サイン、ネオンサイン、LED サインですかね。はい、こちらを写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った、写真をねメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、今またね、鹿の子さんが来てもらいましてくれましてですね、なんとまた、お裾分け、焼きそばを持ってきていただきました。これね、三十郎商店さん、はい、ここね、で買った焼きそば300円ですよ。安いでしょね。でしかもねうまいんですよこれが。場所はね富津市竹岡354、というところでね、商店をやってるそうでございます。有名な竹岡ラーメンの、から入っていったところの奥に、この三十郎商店さんがあるそうですので、もしねお近くで、いらっしゃることがあれば、はい、ぜひ寄ってみてください。美味しいですからねこれね。しかも安い。はい、ということでいつも監督さんありがとうございます。食べさせていただきます。ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとこの辺片付けまして、はい、ストーブとかね、IH ヒーター、なんだっけ、鉄板なんだっけ忘れちゃった。あと火鍋の鍋とか土鍋とか、あと蒸し器とかね、はい、あとこういうねすき焼きとかに
入れるお椀茶碗よくわかんないですけどとかをね、出してきました。それとね、これ奥にはこたつですね。はい、こたつを置きまして、まあそろそろね、寒くなってくると、まあ、こういうものが欲しくなるんじゃないかということで、模様替えをいたしました。まだちょっとね散らかってるんですけど、はい、また次回やりたいと思います。はい、ということで、午前中終わりということで、はい、またね、お客さんも何人か来てくれてありがとうございます。一応ね、毎日休みなしで8時から12時まで私ここにいます。はい、で午後はね、ちょっとおじさん、社長が来るんですけど、はい、ちょっと来たり来なかったりねお休みの場合が多いので、まあ、午前中来ていただければ、間違いなく対応できるかなと。ただね、急にちょっと便利屋の仕事で、来てくれっていうのがありますんでね、あと出張買い取り急にっていうのがあるんで、まあ、席外すことも多いので、その時はですね、外出中ですという看板をねかけて、電話番号書いておきますんで、まあ、連絡いただければと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。午後からね、ちょっとまた古民家の方にドローンしたいと思います。ということで、ドローン、午後からやってまいりました古民家でございます。はい、昨日までねやっと、お風呂のねバスタブも撤去できましたんで、今日は脱衣所の、床をね、剥がしていきたいと思います。ということで、今日は非常に涼しいでございます。ありがとうございます。では、はい、それではですね、今日はね、こちらお風呂場のね、バスタブ終わりましたんで、このね、脱衣所の床を解体していきたいと思います。ということで、はい、それでは、床を剥がしていきます。その前にここを切っちゃいます。はい、ということでね、いよいよ、お風呂場の解体工事大詰めとなってまいりました。はい、まあお風呂の方が、コンクリがあってですね、結構大変でした。はい、まあこっちはね、床剥がすだけなので、じゃじゃっとね、終わりにしようかなというふうに思っておるわけでございますが、まあ結構ね、長い間お風呂解体工事やってまいりましてですね、まあ、最終シリーズということで、はい、この辺はねちゃちゃっと終わらそうかなというふうに思っておる次第でございます。はい、まあ、ということでね、また、違う話しようかなみたいな感じでね、また AI の話をね、ちょっとさせていただこうかなというふうに思っておるわけでございますが、やはりね AI はね非常に便利でございます。そして、画期的な発明ではないかなと、思われます。はい、特に今 AI と言われるものがですね、LLM、ラージランゲージモデルということで大規模言語モデルですね。はい、いわゆる人間が何を言っているのかを、理解できるようになったということなんでございます。はい、人間のね、例えば日本語で橋と橋の違いがですね、AI が理解できるようになったということで、まあ、この辺が画期的なわけでございますが、まあ、前後の文脈をね、読んで、理解すると、しかも速いスピードで、かなり速いスピードで理解できるようになったというわけでございます。はい、ということでね、非常に私はですね、AI を追っかけておりますが、まあ、前回もちょっとお話ししましたけれどもね、これからね、
就職される方、またはね、進路で迷っていらっしゃる方ねに、ちょっとアドバイスさせていただくとするとですね、はい、IT 関係 AI 関係には就職しない方がいいと私は思います。はい、なぜならばですね、ここまで、AI がですね進化してくるとですね、いわゆるホワイトカラーと言われる、サラリーマンですね、はい、こちらをですね全部 AI にとってからわれてしまいます。はい、AI が、仕事をしてしまうという時代になるわけでございますので、AI の会社に就職してもですね、しばらくしたら必要なくなってしまうということでございます。はい、ですのでね、私がおすすめするのはですね、AI は使う、に越したことはないので、使う側としてはいいんですが、それをですねビジネスとして提供する会社というのはやめた方がいいと思います。はい、じゃあ何したらいいのかというとですね、やはりこれからはですね、生きるために必要な、経験をたくさん積むべきだと、思っております。ですので、私もねサラリーマンで、ネクタイして、スーツ着て、しばらく働いてましたが、そこで働いている人たちっていうのはですね、正直で電気が止まったり、水道が止まったり、いわゆる災害が起きた時ですね、何にもできないんですよ。はい、ですので、やはりですね、根本に戻って、いわゆる一次産業と言われるもの、農業、漁業、またはですね、大工さんのような建築業、こういうね、ものに、なるべく従事してですね、なるべく経験をたくさん積んで、そして、生きるために必要な技、経験、こちらをね、積んだ方が、絶対に、この後ですね、ためになると思います。はい、ですのでね、もちろんね、なんか楽する仕事ないのかとかね、楽な仕事ないのかとかね、思う気持ちはですね、私は分かりませんが、いらっしゃることは分かっております。はい、結局楽な仕事っていうのは、全て AI に取って代わられてしまうということでございますので、やはり汗水垂らして働く仕事というのが、これからは、主流になっていくのではないかなと、そう思っておる次第でございます。はい、ですのでね、私も、なるべく経験を積んでですね、はい、災害や電気が、ガスや水道が止まってもですね、生きていける方法を、経験から学んで、そして、生きていこうかなと、そういうふうに思っております。はい、ということで以上となります。はい、こちらね、シロアリちゃんでございます。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、脱衣所のね床を取りました。そしてねお風呂も解体終わりました。はい、ということでね以上となります。ありがとうございました。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。やっとねお風呂場、脱衣所、の工事が全部、床ね、剥がして、お風呂のコンクリ貼っつって、バスタブ撤去して、一応全部、スケルトンになりました。ということでね、とりあえず一旦これで終わりとなります。でちょっとまたね、ここのね依頼主さんから、ご指示あるまでは次ちょっと、お休みかなと、そういうふうに思われます。もしかしたら終わりかもしれないしね。ということで、本日は以上となります。なんかねすごい、今にもですね雨が降りそうな、風が強くて、曇って、来ております。
なんか一雨降りそうな天気でございますね。はい。涼しいんですけど中は暑いんで、はい。ということで、以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月汗びっちょやねん。